はい、皆さんこんにちは、モノルです。今回はデュアルセンスのスティックをですね、いろんなスティックモジュールに変えてみたっていうね、そういう動画をやりたいと思います。よく最強のデュアルセンスって言ってね、ホールエフェクトにスティックを交換したり、あとは背面ボタンつけたりっていうね、こういうカスタマイズをしている方いらっしゃるかなと思うんですけど、私もですね、こちらのエクストリームレートのキットで背面ボタンと、トリガーストップがつくキットっていうのをつけてみました。ね、一応こちらのね、ABXI ボタンとか十字キーがクリッキーになるね、タクトスイッチになるっていうキットも買ってつけてみたんですが、こちらはね、ちょっと格ゲーやってみた感じすごく合ってなかったので、こちらはつけないようにしてね。はい、こちらの、Rise 4 Plus Max RMB っていうメタルバージョンの背面パドルになるですね。背面バトルキットで、これトリガーストップもついているのでですね、こちらの製品を取り付けっていうのをね、やってみました。こちらの製品についてはね、結構良かったかなって思うんですけど、問題はこのスティックモジュールの交換っていうところだと思います。まずはですね、大量に、これ、多分1ヶ月以上ね、ちまちまこう交換しては、レスポンスカーブを測ってっていうことをやってきたんですけど、それぞれ全く異なるね、レスポンスカーブだったので、サクッとね、先にそちらを見ていきたいと思います。はい、それでですね、どんなスティックに交換したかっていうのをまずお話ししていきたいんですが、まずはね、標準でついてるアルプススティックがこれで、ここからですね、はい、こちらがフェーバーユニオンのホールエフェクトスティックになってます。F って書かれているですね。はい、こちらが一つと、はい、で、こちらがね、ゲイフルのホールエフェクトスティックになってます。L5B って書かれているですね、キンフル製のホールエフェクトスティックになってます。L5B ですね。で、次が、同じくね、銀フル製の LT5A って書かれてますが、こちら TMR センサーを使ったスティックになります。で、続いて、同じく TMR なんですが、ホールパイっていうね、メーカーのスティックモジュールですね。ラガーホールパイの TMR スティックモジュールになりますね。で、続いてこちらがグリキットの TMR スティックになります。はい、グリキット製の TMR スティックですね。で、最後に、こちらが K シルバーのね、KS って書かれてます。TMR スティックです。はい、基本的なホールエフェクトスティック、TMR スティックの作りっていうのはですね、こうやってこうセンサーのカバーを開くとですね、はい、このね、ケースの裏側にセンサーの素子が、黒いところがね、センサーになっていてですね、で、このスティックの方にはですね、こういうマグネットがね、一緒に、このスティックと一緒に回転することで、このね、素子に、与える磁場が変わって、それでどれだけスティックを倒したかっていうのを検出するっていう風になっています。縦横それぞれにこのセンサーっていうのがあってね、磁石もついているっていう感じですね。これが基本的な作りなんですが、K シルバーのね、この TMR センサーだけはちょっと独特でですね、センサーと磁石のついている位置がこの真ん中になってるんですよね。普通ちょっとこの軸よりも下側にずれてたりするんですけど、この K シルバーのスティックっていうのは非常に作りが面白いです。このタイプの作りっていうのは、スティックのね、感度っていうのをリニアにしやすい、作りになっているんじゃないかということで非常に期待が持てるね、スティックになってます。こういうですね、合計何種類かな。アルプスはリニアとしてね、扱うとして、1、2、3、4、5、6種類ですね。この、スティックをすべて、デュアルセンスにね、つけてですね、ハンダ付けとかをね、全部やって、スティックのレスポンスカーブ測ってっていうのをやってきました。もう合計でね、なんやかんやいろいろあってね、基板ぶっ壊したりっていうのもやってるんで、デュアルセンス実はこれ3代目なんですけど、そうだな、15回、20回ぐらいはスティックの交換をやったかなっていうことで、だいぶね、上手くなった気はしますね。ちょっとスティックのね、レスポンスカーブを見る前にですね、結論だけを話していくと、やっぱりアルプス製のスティックをつけておくのが、特に私みたいな Apex とかね、Call of Duty とか
をやる、FPS ゲーマーにはいいですよということです。ただ中には TMR のスティックでね、特にグリキッドの TMR のスティックに関してはですね、ちょっとだけリニア化設定入れてあげる必要あるんですが、だいぶね、使えなくはないかなっていう気はしました。K シルバーの方、TMR についてもそのまま、リニア化とかせずに使うっていうのもありかもしれないなっていうね、感じで、この2台については割とありな気はしましたね。それでもね、やっぱり一番強いのはアルプスですよと。たまに最強のデュアルセンスとか言われてるんですが、FPS ゲーマーにとって最強は依然としてアルプスのスティックです。なんで、ホールエフェクトとかに交換してドリフトしなくなったからといってですね、それが強いかと言われると私はとてもじゃないけど強いとは思えないなっていうのは正直な、気持ちですね。その理由っていうのをちょっと、見ていきたいと思います。まずは3つだけ絞り込んでレスポンスカーブを見たいと思います。銀フル製の TMR がこのオレンジ色で非常に高感度な線を描いているものになります。次にフェーバーユニオンのホールエフェクトスティック。こちらもね、曲線状になっていて、かつ反応する領域っていうのがかなり狭いので高感度になっているというタイプのスティックになってます。次に銀フルのホールエフェクトスティックです。こちらはね、中立付近低感度で、そこから徐々に、反応する領域が狭いおかげで高感度になるっていうことで、すべてね、ちょっとリニアではないかなっていうところです。こちらがね、誤差のグラフになるんですが、それぞれね、ちょっとね、かなり癖の強いですね、カーブを描いているっていうことが分かってですね、この3台について私はちょっとね、使うのはあんまりおすすめしないスティックになるかなと思います。かなり厳しいですね、これだと。他のスティックに関してはね、一つずつ見ていきたいと思うんですが、まずはホールパイの TMR スティックです。誤差のグラフがこちらのようになってます。結構低感度なんですけど、20% ぐらいですね。スチーム入力でリニア化してもですね、ちょっとね、これ元が曲線になっているっていうこともあってですね、中立付近が高感度になりすぎてしまってですね、うまくリニア化することができなかったスティックになります。ホールパイのね、TMR スティック、かなりスムーズな曲線に見えたんですが、なかなかちょっと扱いが難しいスティックかなっていうところになってます。はい、続いてね、こちらの K シルバーの TMR スティックですね。こちらの、感度なんですが、はい、このような感度になってます。全体的に高感度気味なんですが、かなり直線に近いような気がします。ちょっとね、ここで変な段差があってですね、何回測ってもこういう傾向の途中で感度が急に変わるっていうね、そういう感じの、感度カーブになってました。で、リニアとの誤差の方を調べるとですね、このような感じで、中立付近ちょっとね、高感度に出ちゃってるんですけど、でもこれならね、なんとかね、この感度のままで使っていけるんじゃないかなっていう気はしました。全体的に、約 10% から 20% ほど高感度ということで、低感度なスティックよりはですね、高感度な方がなんとかね、慣れでなんとかなる範囲かなっていうところがあるのでですね、こちらに関してはね、K シルバーの TMR に関しては、使えなくはないっていう感じのスティックになってるかなと思います。はい。で、最後、グリキッドの TMR です。はい、見ての通り赤色の線のデフォルトの感度っていうところが非常にスムーズでですね、リニア化っていうのはね、スチーム入力のカスタム感度カーブ278っていう風にするものなんですが、すごくね、これは良かったです。赤色の方はこのような、感度になってて、ちょっとね、一旦低感度になってからね、反応する領域が狭いおかげで高感度になるんですが、比較的まっすぐこう伸びてるので、こういう誤差の出方であればですね、比較的扱っていけるんじゃないかってことで、スチーム入力の方でね、リニア化をやったですが、こちらのスティックをね、私は、こちらのデュアルセンスの方にね、搭載することに決めました。一番扱いやすそうな感度っていうことですね。だいたいですね、1割倒すぐらいかな。これ角度になっちゃってるんで、これスティックを倒した距離っていうのは間違いでね、これ角度を表示してるんですけど、1割ちょっとぐらいまではね、ややこう、他のところと比べて低感度なこうカーブを描いてるんですけど、ここがちょうどですね、中遠距離にね、いい感じの場所になっててですね、こっから先はちょっとね、感度が高くて、
で、OEM とかするときにね、最初は低感度だけど途中からやや高感度な感じがするっていう、そういうスティックにはなってます。ちょっと慣れは必要にはなるんですけど、これであれば十分 Apex でもね、戦っていける感じなんじゃないかなと思います。はい。というわけでね、6つのスティックモジュールを交換して見てきたんですが、特に感度的に素直で扱いやすそうなね、感度になっていたかなって思うのは、こちらのね、ギンフルの TMR スティックと、こちらのグリキッドのね、TMR スティック、K シルバーの TMR スティックっていう3つでした。私のおすすめはね、非接触式センサーのスティックに交換したくてね、ドリフトをなるべくさせたくないよと。もうね、アルプス製のスティックは嫌だよ、もうゴリゴリだよ、ドリフトするからっていう方は、グリキッドのこちらの TMR スティックをね、試されるのがいいかなっていうふうに思いました。またですね、リニア化を全くせずにね、Steam 入力とかで設定しないで、もしくは PlayStation 5でね、使う場合っていうのは、こちらのね、K シルバーの TMR スティックですね。こちらがいいかなと思いました。こちらの3台に関してはですね、概要欄の方に、Amazon へのリンクでもね、貼っておこうと思うので、そちらからね、チェックしてみてください。はい、そしたらね、リニア化した方のグリキッド TMR の、スティックに乾燥したデュアルセンスでね、射撃訓練場を打っていきたいと思います。打っていきます。レベルアップしました。アップグレードを決める時間です。まあやっぱりちょっとね、感度が高いような感じっていうのはありますね。まあでもリニア化する前も感じたことなんですけど、結構この感度っていうのはね、悪くないような気がしますね。まあ、普通に射撃訓練場の OEM ぐらいだったら難なくこなしていけるかなっていう気がします。じゃあちょっとね、ネメシスのリコイルの方も見ていきます。そうですね。リニア化した方は、ネメシスのね、リコイルに関しては、リコイル幅が狭くなってるので、スティック動かす距離が短く済んで、むしろね、リコイルっていうのはやりやすくなったような感じがします。まあ、どちらもね、リコイルの難しさっていう点ではそこまで大差ないかなって気がします。ちょっとね、リニア化した方が繊細に動かさなきゃいけない分難しいって感じる方はいらっしゃるかなと思いますね。はい。というわけでね、リニア化した方っていうのも結構いい感じなんで、まあ、これならね、リニア化してもね、しなくても結構使えるスティックなんじゃないかなっていう印象でした。ちょっとね、これだったら一回リニア化せずに、普通のね、デフォルト状態で、低感度なままでね、ランクはちょっとあれかもしれないですけど、カジュアルとかちょっと潜ってどんな打ち味かっていうのを、やってみたいと思います。はい、そういうわけでね、まずはリニア化設定をせずデフォルトの感度のままでですね、デュアルショックキャリブレーション GUI で、アウターデッドゾーンの形だけ調整した上でですね、カジュアル1マッチとランク1マッチをやってきました。まあ、確かに低感度差っていうのはね、感じるんですけど、マシかなっていう気がしますね。近距離戦でものすごく自信持ってね、戦えるかって言われると私はちょっとね、厳しいかなとは思うんですけど、ただ、まあ、全然これで、使っていける気はしました。こことかね、相手のレレレに対して、ちょっと追えなかったっていう感じでしたね。こっからがランクマッチになるんですけど、ランクマッチに関してはね、まあ、結構、プラチナ2ってね、もうだいぶおそらく、めちゃくちゃ強い人たちっていうのはいなくなってて、かなり戦いやすかった感じはします。まあ、リニア化っていうのまでしなくてもですね、このグリキッドの TMR スティックなら、戦っていけるかなって感じがしました。
で、まあリニア化すれば近距離もいけるだろうなっていう感じはありますけど、どうなのかっていうのもね、後でちょっと確かめてみたいと思います。やっぱりね、中遠距離で、リニアな感度だとものすごく当てるのが難しいような場面っていうのは当てやすかった感じがしますね。ちょっとね、今後低感度なスティックがどういう影響を及ぼしているのかみたいなのをですね、ゲーム内のスティック操作をレコーディングしてですね、出すっていうことをやってみたいなと思ってるんで、そのあたりでね、低感度っていうのが実際の Apex でのゲームにどう影響するのかっていうのがわかるかもしれないですね。はい、というわけで、チャンピオンね、取れたマッチになりました。はい、それでリニア化した方のね、ランクっていうのも見ていきたいと思います。私はね、ほとんど何もしてなくてね、仲間の人がバカ強くてチャンピオン取れたみたいな試合だったんですが、リニア化するとですね、ちょっとやっぱり感度は高すぎるかなっていう感じっていうのはありました。ですね、近距離戦っていうのはやりやすくてですね、感度が高い部分っていうのを使えたんですが、中距離っていうのはこう距離によってね、感度が低くなっている部分、中立付近のところと、感度が高くなっている部分っていうのをこうまたいでねエイムしなきゃいけないっていうような時があって、そういう時はすごくね、変な感じっていうのはありました。そのあたりやっぱりちょっとね、曲線的になっている分、難しいかなっていう感覚だったんですが、まあ近距離戦えるっていうことでね、だいぶその点は良かったかなっていうふうに思います。まあ、どっちがいいかですね、近距離重視がいいか中距離重視がいいかで、リニア化するかしないかをね、決めていただけたらいいのかなっていう感じですね。まあ、どちらの感度についてもね、慣れればそれなりに Apex とかの FPS ゲームでも戦っていけるような感度になってるんじゃないかなっていうことで、まあ、グリキッドの TMR スティックについては割と FPS でも使えるスティックだったかなと思います。まあね、かなり FPS ゲームをやり込んでいて、かなりリニアな感度に慣れてしまっているっていう方についてはですね、それでもかなりこのね、グリキッドの TMR のスティックは厳しいかなと思います。それでですね、エクストリームレートのね、Ryze 4 Plus Max っていうね、背面ボタンキットに交換したというわけでね、こちらの方もちょっとね、見ていきたいと思います。まずね、こう、普通のアナログトリガーモードっていうのはね、もちろん純コンと同じアナログトリガーになって、これをオンにしてあげるとですね、こういうマイクロスイッチのトリガーボタンになります。で、ここのね、ストロークっていうのも微妙にね、シールを貼ってあげることで短くしたりすることができて、遊びを減らすっていうことができてね、それをやった状態でこのぐらいのストロークになります。さすがにですね、こういうボイドイントゥイションプロですね、こちらのですね、このストロークの短さとダイレクト感っていうのにはやっぱりちょっと勝ててないかなっていう気はするんですけど、ストロークはね、相当短くすることができたと思います。これであればだいぶね、Apex も楽しくプレイできるんじゃないかなっていうところですね。で、背面ボタンタクトスイッチなんですけど、こちらもね、静音性を上げるためにシールをちょっと貼ってあげるとかっていうのがね、ビデオの方で解説されてたんです。それをやってみたんですが、それをやるとね、結構合成感も高くて、かなりこの背面ボタンも押しやすいです。ここに外側の背面ボタン2つっていうのはすごく押しやすくてですね、内側の背面ボタンはちょっとね、指を移動しなければ押せないようになってます。はい。内側の背面ボタンはもうね、どっからでも押せるぐらいな感じなんですが、内側のボタンはちょっとね、こう、移動しなきゃ押せないです。ただこれ押し方がいろいろあってね、こうちょっとサイドから押すっていうことができるんで、私はね、これ結構押しやすいかなって思いました。こう、外側の背面ボタンを押しながら、内側の背面ボタンを押さなきゃいけないときは、こういう風にね、こう指を横から当てるとそれでも押せるっていうのはね、非常にいいなっていうんで、この背面ボタンは結構いいなって思いました。やっぱりこういうね、レイザーのウルヴァリン V3 Pro みたいなですね、完璧な背面ボタンと比べるとですね、さすがに押しづらさっていうのはあるんですけど、まあまあこれでも全然ね、自分で作ったにしてはすごくね、実用的な背面ボタンとね、トリガーストップってなっててですね、
全体的にかなりこれは良かったなって思います。このキットはね、もしデュアルセンスを改造して背面ボタン4つつけたり、トリガーストップつけたりしたいよっていう風なね、そういう風に思ってる方には非常におすすめなキットですね。これ1個あればですね、かなり最新のコントローラーにも引けを取らないようなね、機能性っていうのがね、追加できるので非常にいいと思いました。これあればぶっちゃけね、他のコントローラーはもちろんね、必要なくなるぐらいの、ものかなと思いますね。もちろんね、アルプスティックのままで、このね、背面ボタンとトリガーストップっていうのだけを加えてやるっていうのがね、一番私は FPS には強い組み合わせかなとは思います。はい、以上ですね。最強のデュアルセンスっていうのを作ってみたっていうことで、いろんなスティックモジュールのレスポンスカーブっていうのを計測してみてね、一番リニアに近づけられるですね、スティックっていうのを探してみました。結果としてはね、こちらの、よいしょ。はい、グリキッドのね、TMR センサーっていうのが非常に良かったです。こちらならね、FPS ゲームでも結構戦っていけるんじゃないかなっていう感触がありましたね。で、背面パドルのね、エクストリームレートの、Rise 4 Plus Max っていうね、キットを、つけてみました。こちらはね、本当にすごく良かったです。で、やっぱりですね、本当に FPS ゲームをね、好きでやっている方であればですね、今はね、まだこちらのね、アルプス製のスティックモジュールを使い続けるのがいいというふうに思います。グリキッドのね、スティックでもですね、ちょっと、リニアにはちょっと程遠いような感度になってしまうっていうことで、私もね、なんとかして、リニアにね、近づけられて納得いくね、FPS ゲームでもこれなら使っていけるって思えるようなスティックを探そうと思ってね、いろんなスティックモジュールを購入して、ハンダ付けしてね、実装して、レスポンスカーブ測っててやってきたんですが、ちょっとね、現状やっぱりホールエフェクトとか TMR センサーのね、非接触式センサーを使ったスティックモジュールっていうのは FPS ゲームでは厳しいかなっていうのが正直な感想です。このままじゃね、ホールエフェクトアンチみたいになっちゃうんですけど、全然ね、そんなことはなくて私もできたらこっちを使いたいなって思ってるんですが、なかなかね、巡り会えてないっていうのが現実ですかね。ぜひね、スティックモジュールメーカーの方はね、できるだけリニアに近づけるっていうところにもね、焦点当ててほしいなって本当に強く思います。どれぐらい FPS ゲームが好きかみたいなところにも寄ってくるかなとは思うんですけど、やっぱりですね、スティックの感度が違うっていうのはものすごくゲームのプレイフィールに影響があると思います。そのあたりはまた後日の動画でちゃんと検証したいなとは思うんですけど、やっぱり Apex に限らずどんなゲームでもですね、デュアルセンスとか、Xbox の純正コントローラーとかを使って開発っていうのがされているので、リニアなね、アルプス製ジョイスティックっていうのが、ゲームの作りそのもののね、想定する遊び方になってるんですよね。なんで、ちょっとね、そこから外れてしまうスティックっていうのはやっぱりプレイフィールにかなり影響があるよっていうところで、本当にね、そのあたりっていうのを妥協せずに済むね、スティックモジュール。で、かつドリフトに対する耐性が高い、スティックっていうのが出てきてくれたら本当にいいのになっていうふうに思いました。私はね、当分この、デュアルセンスに関してはグリキッドの TMR センサーを積んだ状態で使っていきたいなと思います。ここまでね、ご視聴ありがとうございました。以上、モノルルでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。